今回はタロットカードの小アルカナ、ワンドの王子のカードの意味をもとに、お話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第26話スタートです。カード名ワンドの王子。俺は今大きなキャンパスに描かれた温かくも優しい絵の前にいる。その絵は俺だけに語りかけている。俺の妻香織は子供の頃から絵を描くことが好きだった。幼稚園の頃はクレヨンで画用紙からはみ出すような絵を描いては親に怒られていたという。小学生になっても絵を描くことが好きなのは変わらず、外に出て遊ぶよりも絵を描くことに専念したらしい。あまりにも外で遊ばない娘に両親は心配し、無理やり外に連れ出したこともあったというが、外に出すと泣いてばかりで仕方なく家に戻ると笑顔になり、またクレヨンを握ったそうだ。そのためクレヨンの消費量は激しく、さすがの両親もそれには参ったそうだ。友達と遊ぶよりも家の中で絵を描いている方が楽しいという香織は、中学に入ると美術部に入部した。描く絵も独自のものから模写へと移っていき、完成した絵は本物と区別がつかないほどだったという。親が三者面談で学校に行った時、顧問の先生が親に言ったそうだ。これほどの絵を描く子はなかなかいません。模写とはいえ、芸術家の絵をここまで正確に真似るなんてことはプロでも難しいと思います。香織さんは素晴らしい才能を秘めているお子さんだと思うのです。ですから美術系の大学を考えてあげてほしいのです。先生にそこまで言われた香織の両親はかなり戸惑ったらしいが、そんなに自分の子供がすごいのかと嬉しくもあったそうだ。そしてならばちゃんと勉強をさせた方がいいのではないかと、香織を絵の教室に通わせることにした。部活がある上に絵の教室に通うというのは香織にとって負担なのではないかと思われたが、好きな絵を描くことができ、専門的な技法を教えてもらえる教室は香織にとって最高の居場所となった。中学生でありながら美術系の大学の話まで出たことはさすがに香織には知らされていなかったというが、両親の夢はどんどん膨れていったらしい。最初はそのうち飽きるだろうと半信半疑だったそうだ。だが教室に通わせるようになり、教室の先生も口を揃えて香織の才能を絶賛すると、今度は誰の遺伝子だろうと考えるようになった。親戚の誰に聞いても芸術家なんて親族にいないという。唯一それに近しいところで屏風職人がいたそうだが、果たして屏風職人を芸術家の仲間に入れていいものかと悩んだそうだ。両親がそんなことを話している間も、香織は次々に絵を描き続けていった。ところが高校2年になった頃、香織は突然描くことをやめてしまった。両親はこれから美術大学に進学させ、プロの芸術家にさせようと夢を持っていただけに、香織の突然の行動に驚きを隠せず、どうしてなのかと何度も問いただした。しかし香織は何も言わず、絵の具をすべて捨て、今まで描いた絵をズタズタに切り裂いたという。それっきり香織は二度と絵筆を持つことをしなくなった。俺と知り合ったのは、俺が勤める会社に
新入社員として入ってきたことがきっかけだった。小さな工場で俺は現場作業と事務の掛け持ちをしていた。そこに退職した人の穴埋めとして高校を卒業したばかりの香織が入社してきたのだ。社長から俺が仕事を教えるようにと言われ、何もわからない香織に一から教えていった。最初はあまり笑うことのない香織にどう接したらいいのか戸惑うことばかりだったが、無表情でありながらも一生懸命に仕事を覚えようとしている姿に俺は徐々に惹かれ、大事な後輩という気持ちを通り越し、大事な女性へと変化していった。香織が入社して2年した頃、俺は交際を申し込み、3年の交際期間を経て結婚することができた。結婚したことを会社の誰もが喜んでくれたが、社内に夫婦でいるというのはとかく揉め事の種になりかねないと判断した社長は、頭を下げて香織の自主退職を願い出た。さすがにこれは驚きだったが、俺としても別に夫婦で働かないとならないほど生活が苦しいわけではなかったので、社長の顔を立てて香織に退職するように話した。こんなことを香織に言えば、きっと自分は必要とされていないと悲しく思うだろうと心配もしたが、案外あっさりと承諾してくれた。それどころか退職するなら安心して子供が作れると喜んでいたくらいだ。こうして俺たちは安心して子供を作り、不安のないままに出産したのだった。香織の両親も俺の両親も頻繁に俺たちの住むアパートにやってきては初孫を抱いて帰っていった。その様子を優しい笑顔で見ている香織は本当に幸せそうだった。俺は今まで使っていた古い携帯を捨て、高画質カメラ搭載の新しい携帯を手に入れると我が子を写しまくった。それこそ大人になってから写真を見せたらきっと怒られるだろう姿まで写しては、その愛くるしさに大喜びしていた。泣き叫び、鼻水と涙とよだれだらけの顔ですら愛おしいのだから、子供っていうのは本当に天使なんだと思った。そんな親バカ姿の俺を香織はどう見ていたのか、時折何かを考えるようにじっと俺と子供の戯れる姿を見ていた。そしてある日、俺は香織の秘密を見つけたのだった。それは一冊のスケッチブック。中を開くと我が子の笑顔や泣いている顔、俺と子供の寝顔などいろいろな表情が描かれていた。写真に写せば一瞬で残せるのに、どうしてわざわざ手間をかけて描くのか、俺には全く理解できなかった。ただ分かったことは、スケッチブックの中のどの絵も温かく優しく愛にあふれているものだということだった。スケッチブックの一枚一枚を丹念に見ながら、子供の寝顔と比べ、うまいなあとつぶやいていた俺に、香織は気がつくと血相を変えて台所から飛んできた。やめて！そう叫ぶと、俺からスケッチブックを奪い取ったのだった。その時の香織の顔は顔面が蒼白となり、目には涙が浮かんでいた。うまいんだからいいじゃない見たって。褒められて嫌な気分になることなんてないはずだ。それどころか普通に考えたら褒められているのだから喜ぶはずだ。ところが褒めれば褒めるほど香織は肩を震わせて涙を流すのだった。そんな香織に俺はある違和感を覚え、どうしてなのかと時間をかけてゆっくりと聞き出した。すると香織の口からとんでもないことが漏れ聞こえてきた。それは子供の頃は絵を描いているだけで幸せだったこと。
両親が上手だと言って喜んでくれることが嬉しかったこと。自分が好きなものを描くだけでみんなが笑ってくれることに幸せを感じていたこと。ところが、私が高校生になった頃、両親は私に多大な期待を寄せ始めたの。両親が話していたことのほとんどが私の将来に対してのことで、私が美大に進学することを望んでいたし、その先は芸術家になってくれて、いつか絵が売れてめちゃくちゃ有名な画家になるんじゃないかって。私はただ好きなように絵が描きたかっただけ。才能があるとかないとか、そんなの関係ない。好きなものを描きたかったの。でも私が描けば描くほど、両親はこの絵はどのくらいで売れるんだろうっていうようになって、それが辛くて、期待されればされるほど苦しくなって、それで描くことをやめたの。香織が子供の頃に絵が好きでよく描いていたことは義両親から聞かされていた。まるでプロ並みの絵を描いていたことももちろん聞かされていた。ところが高校生の時に飽きてしまって、それ以来描くことをやめてしまったと教えられた。小学生の頃に描いていてもいたずら書き程度だし、高校生になった時には別の夢が生まれて絵を描くことをやめたという程度なのだろうと思っていた。それがこんな理由があったなんて。さすがに夫である俺にもわからなかった。期待をされることによって自分が潰れていく恐怖を語る妻。それがどれほど恐ろしいことか。親の期待に応えることができなかったら、親が自分にお金をかけてくれればくれるほど、もしもダメだったら、そう思うと恐ろしくて描き続けることができなくなったという。それが子供が生まれて、その笑顔を見ていて、もう一度描きたいと心から思ったそうだ。写真で残すのもいいが、自分の感性を絵に込めたいと切実に思い、何年かぶりにスケッチブックを購入し描き始めたそうだ。すると湧き出る泉のように次から次へと鉛筆が走り、気がつくと自分の中に収めていた子供の姿がスケッチブックを満たしていったそうだ。そうして時間が空くと子供の寝顔や笑顔、泣いた顔や拗ねている顔を描き続けていたという。妻は苦しそうに好きなものを好きなように描きたいだけだと繰り返した。好きなものを好きなようにか。いいじゃないか。描けばいいよ。香織が残したいと思うものを好きなように描けばいいと思う。俺はそういう香織が好きだよ。俺がそう言うと、香織は意外そうに俺を見つめていたが、嬉しそうにうんとうなずいてくれた。この日を皮切りに、俺の前でもスケッチブックを開くと、香織の記憶の中にある子供の遊んでいる姿や、俺と子供が遊んでいるところをさらさらと描いていった。そんな時の香織は誰にも負けないほど綺麗だと思った。これほど好きなことがあるのに、それをやめる決心をしなければならなかったのはどれほど辛いことだったろう。確かにこれだけうまければ金に変えたくなるのもわかるが、俺は何があろうと香織の才能を金に変えようなんて考えないぞと心に誓った。好きに書けばいい。好きなものを好きなように。それから数ヶ月後、俺はある提案をしていた。スケッチブックがいっぱいになったね。そうなの。これで10冊目だから。笑いながら鉛筆を動かす香織は楽しそうだ。スケッチブックだけじゃなくて、キャンパスっていうのか？あれに油絵を描いてみたらどうだ？実は俺は香織の両親に
香織が今まで何を描いていたのかとそっと聞いていたのだ。俺には絵のことはまるでわからないが、絵の具で描いていたのか、クレヨンで描いていたのか、それとも色鉛筆なのか。すると義両親は油絵だよと答えてくれた。油絵と言われてもピンとくるはずもないが、ただよく美術館に並んでいるあれなんだろうことは理解できた。そこで香織が描いた本物の絵が見たいと思ったわけだ。スケッチブックの絵があれほど上手なのだから、きっと油絵も上手なのだろうと軽い気持ちで言っただけのことだった。ところが香織はびっくりしたように俺を見て言った。そりゃあ描けるものなら描きたいけど、絵の具だって画材だって安いものではないわ。ちゃんと描こうと思ったらそれなりにお金がかかるの。それに油絵は水彩絵の具と違って匂いがあるし。どうやら香織は経済的な心配と匂いのことを心配しているらしい。だがいくら経済的とは言っても絵の具1個に何万もするわけではないだろう。それはそうだけど、働いていない香織がためらうのもわかる。自分の稼ぎで買うならば誰に遠慮する必要もないが、夫である俺が稼いできた金だ。むやみに使うことができないのだろう。そこで俺はこう提案した。俺は香織の描いている姿が見たいんだよ。香織が楽しそうに描いているのをそばで見ているだけで幸せなんだ。好きな人が好きなことをしているのは見ているだけで楽しいもんさ。俺のために描いてほしい。俺は香織にそう話したのだ。すると、そうしたいけど匂いの問題があるという。確かに狭いアパートだ。匂いが充満したのでは子供にもよくはなさそうだ。しかし俺はそこも考えていた。というのも子供だっていつまでも小さいままではない。いつかは邸宅とまではいかないが、自分たちの家を手に入れたいと思っていた。そのためにどこでローンを組んだら金利が安く済むのか、あるいはどこの不動産屋なら安心して購入できるのかと、結婚を決めた時からいろいろな角度から調べてきていたのだ。そして社長のつてでいい不動産屋を紹介してもらうことができ、最近になって中古物件でいいのが出たという情報も手に入れていたのだった。香織には言っていないのだが、その物件を見学にも行っている。あれならば広くて庭もあって、子供が大きくなっても問題はないと思われた。何よりも部屋数がいい。香織の絵を描くための部屋というのも取ることができる。俺は寝室でのんびりとくつろぐのが好きだが、香織の描いている横にリクライニングできる椅子を置いて、香織の描いている姿を見ながら昼寝をするのもいいなと思っていた。ということは、香織のための部屋は広い方がいい。俺はこの計画を香織には一切話さず、ビッグプレゼントとして考えていたのだった。引っ越せば問題はないだろう。簡単に言う俺に香織はびっくりしていたが、無理やり外に連れ出し物件を見せたら大喜びしてくれた。こうして俺たち家族は人生の第2ステップに踏み出したわけだ。もちろんローンがずしんと俺の肩にのしかかり楽なことはない。子供だって小学生だし、2人目も幼稚園だ。いつの間に小さな幸せがこんなに大きくなったのかと俺自身驚いているが、この2人のためにもちょうどいいタイミングだったはずだ。マイホーム購入の契約が整うと、俺たちはすぐに引っ越しを開始した。そして妻のための部屋を決めると、俺は画材屋へ妻を連れて行き、必要なものを買わせた。さすがに何十万もしなかったが、これは結構な値段になるなと思ったのは事実だ。
それでも妻が喜んでくれるならそれでよかった。大変な思いをして俺の子供を産んでくれて、毎日掃除に育児に料理と自分の時間なんてあるようでいてない生活だ。このくらいのことで感謝の気持ちと変えることなんてできないほどだ。しかし妻は俺の太っ腹な気持ちに大喜びして、早速三脚にキャンパスを置き、何を描こうかと考え出していた。子供たちは昼寝をしている。日の光が窓から入り込む穏やかな午後だった。それから妻は夜になると自分の部屋にこもるようになった。もちろん家のことをすべて片付け、子供たちを寝かしつけてからだ。俺は妻の横でリクライニングした椅子にのんびりと身を預け、時折妻の横顔を見ては悦に入っていた。そんな日々が続いたある日、うとうとしていた俺のそばで妻が深いため息をついた。そのため息に俺は夢から連れ戻され妻を見た。すると妻は絵筆を置き、俺を見た。あなた、完成したわ。そう言って笑うのだ。完成したと言われた絵は、一人目の子供が生まれ、日の光の中ですやすやと眠っている姿だった。写真には収めてきた子供の寝顔だが、写真に収めたことで安心し、俺の記憶には残っていない。それが写真も撮らずにいた妻の記憶にはしっかりと残り、子供の寝顔が刻まれていたのだ。俺はその優しくも温かいぬくもりのある絵をじっと見つめると何も言えなかった。というのは、うまいとか上手とか、そんな簡単な言葉では言い表せないような気がしたからだ。しばらくじっと見つめていた俺に妻は不安そうに聞いてきた。下手よね。記憶の中の寝顔だから。いや、そんなことないよ。下手とかうまいとか、そんな薄っぺらな言葉では言い表せないような気がしたんだ。これは香りの愛そのもののような気がするよ。俺はそう言うと香りを抱き寄せ、飽きることなく香りの絵を眺め続けた。眺めながらこれがどれほど評価されるものなのか知りたくなっていた。香りの愛が込められた絵がどれほどのものなのか。もちろん世間に出したところで二足三文だろう。それでも俺は知りたくなり、香りの描いた絵をカメラに収めた。翌日、俺は友達の美術商に連絡すると、香りの絵を見てもらった。もちろんカメラに収めた絵だ。はっきりとした評価が得られるとは思えないが、それでもプロの目から見てどう見えるのかが知りたかった。すると、思ってもいなかった回答が返ってきたのだ。奥さんの絵見たよ。あれはすごいね。まあプロってわけにはいかないし、値段のつけようもないけど、俺は好きだよ。値段のつけようもないと言われて、そりゃそうだよな、と苦笑した。でも二課展に出してみるってのはありだと思うぞ。あの絵ならもしかしたら入賞するかもしれない。二課展、聞いたことはあるが、それに出して入賞したからって何がどうなるのか全くわからない。ただ、もしも入賞したら香りの自信につながるのではないか、そんな気がした。子供の頃は親の期待に押しつぶされ描くことをやめた。ということは自分に自信がなかったからだ。もう二度と絵を諦めないでほしい。そう思った俺は妻に二課展に出すことをほのめかしてみた。もちろん結果は惨敗。絶対に嫌だの一点張りだった。
俺はだろうなとおかしくなったが、笑うわけにもいかず。わかった。じゃあ二課店は諦めるから、その代わり俺にその絵をくれ。もうすぐ結婚記念日なんだ。俺へのプレゼントとしてこの絵をくれないか。驚いていた香織だったが、おかしなことを言うのねと笑いながらも了承してくれた。こうして香織の絵を手に入れた俺は、香織に内緒で二課店に応募したのだった。もちろん大それた賞なんて考えてはいない。言ってみれば佳作でもいいのだ。香織の自信につながればそれだけでいいし、一人でも香織の絵の良さが分かってくれたら、それだけで出した意味があるというものだと思っていた。ところが俺のそんな思いとは裏腹に、なんと入賞の連絡が入ったのだった。さあこうなると問題は妻だ。香織になんて言ったらいいんだ。俺は頭を悩ますこととなった。実は内緒で二課店に出していたけど、受賞したから怒らないでくれなんて言ったところできっと怒るだろう。俺は散々考えた挙句、一か八かの賭けに出た。というのは、上野の動物園に子供たちを連れて行きたいからと妻を連れ出す。動物園を見て歩いて頃合いを見計らって美術館に移動。さすがに他の人の絵を見てみようと言われるならば嫌だとは言わないだろうという計算だ。美術館の中に入って入賞作品を見て歩く。その中に香織の作品があっても人がいる前で怒ることはできないだろうし、子供たちの前で泣き叫ぶこともできないだろう。どうだ、完璧なる計画だ。まさに完全犯罪。俺はこの計画を実行に移すべく、子供たちを連れ立って上野へと電車に乗り込んだ。電車はさほど混んではなく、子供たちも電車での移動に楽しそうだ。そんな子供たちを見ている香織も楽しそうだ。そして俺は結構なワクワク感とドキドキ感で崖っぷち状態だ。この計画がうまくいけばいいが、万が一うまくいかなかったら最悪香織は二度とキャンパスに向かわなくなるかもしれないのだ。だが俺は自分を信じる。こうなったら信じるしかないのだ。上野に着き動物園を一回りする。子供たちはいろんな動物を見て大はしゃぎだ。妻はスケッチブックがあったらよかったなとつぶやいていた。動物を見終わり、まだ時間があるからどうしようかと話していたとき、美術館が俺を呼んだ。大きな横断幕が二課店やってます早くおいでと言っている。二課店やってるんだな。俺は白々しくそう言うと、香織はそうねと言った。そうねという言葉にどんな意味があるのかはわからないが、ああ喉が渇く。心臓が口から飛び出しそうだと思いながら、俺は次の言葉を口にした。どんな絵があるのか見てみたいな。実際俺は絵に興味はない。そんなこと妻は百も承知だ。あら、見てみたいなんて、あなた絵画に興味なんてないくせに。そう言って笑う香織。俺はこう言ってくるだろうことを予想していたので、次の言葉を口にした。ママが絵を描いているのを見て興味を持つようになったんだよ。だから見に行かないか？そう言うと、へえと意外そうな顔をした。それと同時に子供たちが、ママの絵あるかなと言い出したのだ。香織は笑いながら、さすがにないわねと言っているが、俺は子供たちに心の中で、ナイスだと褒めていた。子供たちに引っ張られるようにして美術館の中に吸い込まれていった香織は、一つ一つ丁寧に見て回っていた。
子供たちはママの絵じゃないねと言っている。俺はもちろん子供たちに香織の絵が飾られていることは話していない。それなのにママの絵があると信じているのだから不思議なものだ。俺はといえばどこに飾られているのかと顔をあちこちに向けて確認しているが、俺が出した香織の絵がなかなか目に留まらないのだ。ところが焦り出した頃、子供たちが大きな声を上げた。ママの絵だ。その言葉を聞いた香織は、そんなはずないわよ。と笑っていたが、絵の前に来て、香織の体が固まったのが分かった。なんで？絵の下には内閣総理大臣賞とある。嘘。驚く香織のそばで子供たちは、ママの絵、お花がついてるよと大騒ぎだ。入賞したとは聞いていたが、まさかの内閣総理大臣賞とはスケールが違いすぎる。これがどれだけの賞なのかはわからないが、香織は震えながら俺を見た。俺はにっこりとぎこちない笑顔を作りながら、おめでとうと口にした。このことがあってから俺は夫としての信用を少しだけ失った気がする。だが怒られることはなかった。というのも俺がもらった絵をどうしようと勝手でしょと開き直ったことと、今後も好きなように描けばいいし、香織に期待することは香織が幸せでいてくれることだけだと力説したからだろう。事実それ以上の望みなんてないのだ。俺自身香織が好きなように絵を描いている横でうたた寝をしているのが好きなのだから。だがこのことがあってから妻は変わったような気がする。絵を描くことに怯えていたように見えていたのが、自信を持って絵筆を動かしているように見えるのだ。そんな妻を見ていて、俺は香織と結婚したことは間違いなかったなとまどろみながら思うのだった。次に完成する絵を待ち望みながら、俺は今日もうたた寝を楽しんでいる。いかがでしたでしょうか。この絵は事態の悪化や遅延、予想に反する出来事を暗示しています。また可能性を信じることが状況を好転させる鍵だとも伝えています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。